ます。ポクッとなったんで開けたら泥まみれです。光の跡でしょう。もう冷え込んでカニも少ないし、イイダコめっちゃ相場いいんで、今日はイイダコ狙いでいきたいと思います。上りに返し出したらまたチヌがいっぱい入ると思うんで、ただまあ今日はちょっと市場小さいんで前回ほどはいないと思いますが、後半はチヌ取ってそれで入りたいと思います。ちなみに現在2番目です。昔は1月になってカニ見ることなんかなかったですけどね。やっぱ潮小さいんで今日遊ぶか少なめですね。今日もラッキーガニが何匹か見えてます。次行きます。ちょっと2番目上げたんですけど、エンジンの調子がおかしい。なんかエア噛んでる風です。ちゃんと閉まってますね。原因がわからん。とりあえずこのままやってみます。おお、ゲタ出てきたかな。魚が入り出したと思ったら一気にイイダコがなんか減りましたね。急に魚が入り出しましたね。太陽が上がると急に魚が入り出しました。ちょっとゲタが見え出したんで、次はちょっとまっすぐ上の方行ってみましょう。朝飯にしてもいいですけど、刺身より加熱した方が好きなので持って帰って食べます。まあまあです、まあまあいつでも取ってくれるんで、組合が拾ってます最近は。美味しいんですよ。早くも汁が入り出しましたね。早いな、汁の時間が。思ってたよりちょっと早すぎる。おお、やったね。これがもう本当に大事。想定外にいい感じですね。石金まで入ってるし、もう観光で海の上でタコ飯とこの石金の味噌汁を作ってあげたら大人気らしいですね。ちょっとなんか他の出汁と違う味なんですよね。表現が難しいですけど甘い感じです。実はトラック YouTuber、有名 YouTuber のおじとらさんとですね、お食事に行くことになりまして、ちょっと何かお土産をですね、何かってと、まあ、当然もう一番いいのは大麺、カニの大きなのなんですけど、なんせ時期が時期なんで取れる気がしませんので、何かいいもんがいればいいなと思ってますね、お土産に。酔ってたら面白いもん出てきました。いいですね、この味のないゲタ。なんとか美味しく食べるために何かしてみます。刺身はもう昆布締めにしてもダメでした。これをお土産に、これじゃダメでしょうね。
きかなと思ったけど、チヌの塊でした。大きいんでスズキかと思いましたけど。チヌ入り出しましたね。これ小川の際なんで、小川の中に逃がしておきましょう。ちっちゃいカニも。網の途中にさらに2つ。重い。小川を食いに来てるんでしょうね。すごいチヌですね、今日も。もう間違いなく下からも出てくると思います。意外にいなかった。一つだけか。イイダコはめっちゃ出てきてますね。まあでもこれならまだ少ない方ですね。1回で片付きそうです。予定よりチヌが出てくるのがだいぶ早い。うわっ、このままだと100キロ超えちゃうペースなんで、ちょっとかわそうかどうしようか悩みますね。100キロまでなら持っていくのはまだなんとかいいですけど、150キロだと持っていくのがね、腰が折れますからね。こんなんはリリースしときましょうか。もうチヌばっかりだとちょっといけすが持たないんで、かわしてみましたけど、もうかわして、まあ、かといって何もいなかったらチヌの方また戻ります。よいしょ。影田を狙ったんですけど、やはりチヌ。結局チヌ。でもやっぱりチヌかわした方が赤毛た多いっぽいですね。あとジコベやたら多い。網にもう刺さって出てきてます。もうちょっとでも泥が入ってったら拾わ商品価値ないんで拾わないようにしてます。足のとこに入ってますね、ここ。これもアウト。これもアウト。ちょっとまた他のとこ行ってみます。ここもガラはいると思うんですけど、もうガラとイイダコのみですね。風差がない。全く悪くないんですけど、ほんと地味。ラインが来たようですね。ただ単にチヌがいないだけでこっちの方がいいんですけど、まあでもここだと赤毛タもいませんね。いてもちょっと小さいサイズです。
かマジかっていうような。やったね。ただ片爪なのが残念です。もう両爪だったら落ちとら3匹ですけど、片爪で片爪悩むな。でも他にいなかったらもうしょうがないですよね、これでも。ない。こっちはあります、絶対に。来た。まさかの両爪。でもこっちの方が小さいな。おじさんの奥さんが渡りガニ大好きらしいんで、今言っときましょうか。片方両爪ならなんとか形になるでしょう。せっかくカニが当たったんで、ちょっと同じとこやってみました。続けていてくれると最高ですけど、なかなかそういうわけいかんでしょうね。赤が家火でしたね、こっちは。おお、来たー。お、2つ。よいしょ。2つ、3つ。4つ、5つ。素晴らしすぎてびっくりしますけど、まあ時間が今いいんで入ったんでしょうね。素晴らしすぎる。しかもメス。これは嬉しい。潮の返しなんで入ったんでしょうけど、他のものも入りいいですね。動画も入ってるし、道具が潮が走ってないんで道具が飛びませんから、こういう潜ってるものが入る可能性がある。まあ可能性があるだけですけど、1月に本当カニなんか昔は取れませんでしたけど、漁師が減ったからカニがなんと1月に取れるようになりました。もう他にないでしょうね。まあいても2番だけでしょう。こいカニポンはな。おお、2あった、やったー。なんと予想外。寒くなってカワハギも見え始めましたね。ずーっと年末からいますけど、さっきからこっちの網の方がたくさん入ってるんで、期待して開けてみましょう。おい、ポンはな。さすがに来ない。もう終わったみたいですね。危ない危ない。ここで最後までエビ取って入りますか。やった、すごいの来た。これはすごい。これはほんとすごい。やりました。これをおじとさん行きましょう。もう決定。片爪のやつ大きかったんで、あれ爪見つかりましたからね。その2つをおじとさんに行くことにしましょう。じゃあ最後ちょっとチヌコースを通って、その後ちょっとヒラメを狙って帰りたいと思います。あ、シャリゲタ海水温高くなって全く見えなくなったシャリゲタ。なんとびっくり、こんなとこでいけておこう。下手すると1匹1で7、800するんじゃないですかね。もうなんせ見ませんからね。よいしょ。と言いながら船は寄島とは真逆の方向へ進んでます。方面見たんでまあ U ターンしても意味はないでしょうけど。おお、でもカニ、ああ、なんか意味あった。びっくりびっくり。
やったー。ヒラメ狙いはなしかも。もう一番ここやって帰るかもしれません。おお、もうなしやな。もう一番ラストもここですね、これ。では次ラストにして、これでラストで、じゃあこれでラストでだから帰りたいと思います。もうより島向けて帰ります。ちょっとチヌがいそうにありませんね。さすが後半の方が潮小さいんで、後半はいなかったのかもしれません。予定通り赤げた。これ長フグでっか。ああ、潮勢いだな、だいぶ。ラストは赤げたと名古屋フグでしたね。よいしょ。今日はヒラメがいなかったのがちょっと残念ですけど、最後狙ってみたんですがいませんでした。前の日はこの最後のところにいたんですけどね。でも大面がいるんでも全然 OK です。大面1つ 2.5 キロぐらいのヒラメ2枚分ですから。ちっちゃいシャーシャもたくさんいますから、今日はいいとしたいと、よしとしたいと思います。では港へ帰ります。お疲れ様でした。今日は島ゲタはムニエルになりましたが、お刺身だとどうやっても味がしなかったので、唐揚げにしたらですね、前美味しかったんですよね。そもそも黒ゲタよりもこれめっちゃ美味しいな。そもそも黒ゲタよりも歯ごたえがあるんで、味付けして食べたらめちゃくちゃ美味しいです。これクレイジーソルトのやつ、ちょっとびっくりするぐらい美味しいんだけど、ローズマリー、このクレイジーソルトにローズマリーのムニエル、もう鉄板じゃな。これは本当に美味しいです。もうぜひ皆さんクレイジーソルトにローズマリーのムニエルをやってみてください。いやでもローズマリーあった方が絶対、香りがもうすごいもん。